葵ちゃんです。雨晴れハウです。敵が化学兵器を使用してきたところからです。その前に、コメントでヒューバート・ドラコアゴフ将軍は実在の人物であると教えていただきました。やっべ。史実では息子のバレンタインは幼くして亡くなったそうです。この世界のバレンタイン注意は生き残れるといいですね。他の患者たちも、ですね。召喚度の2名の患者が亡くなりました。召喚度の新たな患者が搬送されました。召喚度の捕虜の夫ゲシュケが亡くなりました。一人救う間に、3人の死者が。オットー・ゲシュケのプロフィールには情報なしと書かれているため、この捕虜のバックグラウンドを知る機会は失われました。もしかしてこのゲームは、推薦状を読みたければ救えって言ってるんですか？ゲーム的な話ですが、そうかも。あと推薦状自体は手術の順番ではなく回復後の進路を推薦しているので、その建前により読めないのかもしれません。外科医のウィリアム・ワトソンが倒れました。他の2人に配分して乗り切ります。科学的負傷。前回のガス攻撃により負傷した患者が運び込まれました。化学病棟を建設し、内科医を呼ぶ必要があります。間に合うと良いのですが。スタッフが経験を積むとレベルアップイベントが発生します。看護師のアメリア・ヤング、ベルギー、ワロン地域、エノ出身。ある兵士のことを生涯忘れないだろう。彼は現実を夢と信じて何時間も叫び続け、死ぬ1時間前に声は枯れ果てた。負傷者だけでなく、スタッフも一人一人が重い背景を抱えている。双子の VIP 患者、ジョナサン・クレアとルシアン・クレアが運び込まれてきました。彼らを2人とも助けると衛生隊として参加してくれます。衛生隊は2人で1ユニットですからね。片方しか助からなかったろ。それはあらかじめ考えたくはないですね。プロフィールによると彼らは双子のコッチのようです。前回紹介した時計職人のナサニエル・バルヘイも助かると公兵として参加してくれます。明日には回復する予定です。外科医のシフトが崩壊します。内科医は到着待ち。また治療拒否しなければならないんですか？無理させすぎて2人体制になったのが原因なので、むしろより冷静なトリアージに努めなければ。見捨てた。コメントで疑問をいただいてましたけど、この声は何なんですか？自責の声です。喋った。治療拒否をやたら促してくるチュートリアルの声から、そのまま治療拒否を責め出したトリアージゆかりです。悲痛な叫びが頭から離れない。眠る時も。タグ付けして次だ。しかし、お前が決めることではない。ウェルズ少佐に任せろ。彼の役割だ。中佐がまた推薦状を渡してきたので見てみます。クラーク・ヒル、元清掃員としか書いてありませんね。ともかく治療しましょう。少佐、お願いです。先生には戻りたくない。銃を持つ勇気も残っていません。お願いです。まさか、この元清掃員を残暴に戻すよう推薦してきているわけですか？多分、そもそも助けられるかわかりませんが。もうすぐスペースがなくなる。それならベッドとベッドの間に毛布を敷こう。でもじゃない。心配するのはやめて仕事に戻れ。負傷者救護所から溢れた患者は病状が早く悪化していくようです。増築できないんですか？できますがそれをする余裕はないと判断しました。内科医のアイザック・アイルが来ました。これで毒ガスにやられた患者さんたちが助かると良いのですが。召喚度の患者が到着しました。どうやっても末期患者を助けられません。トリアージします。これもコメントでいただきましたが、トリアージは分類することなので治療拒否することをトリアージすると呼ぶのは直接な言い方ではありません。勧誘、メトニミーってやつですね。雑な言い方しただけでしょう。死にたくない。ナサニエル・バルヘイが公兵として参加。クラーク・ヒルが助かりました。どうします？推薦状に従うことによる報酬が不明なので無視できない。塹壕へ送ります。辛い。見捨てた。見捨てた。召喚度の司令部からの連絡です。ウェルズ少佐へ。司令部は君の現在の働きぶりに満足している。クラーク・ヒル軍曹の件での君の対処のおかげで、前線の兵士が刺激を受け、士気が顕著に向上した。イギリス第5軍、ヒューバート・ドラポアゴフ将軍。本人は銃も持てないような状態なのに、
周りには勇敢と見られ意図せず士気を鼓舞してしまっているわけですか。ご本人には申し訳ないのですが、漫画か何かの主人公みたいですね。採用許可証1とクンペオ4を獲得しました。双子のクレア兄弟が衛生隊として参加。離れ離れにならなくてよかったです。だいぶスタッフが充実してきましたがまだ足りません。8時間シフトに移行できるのはいつの日か。1人目の外科医であるセス・ブラウンがレベルアップ。戦争が始まると病院のスタッフ全員が入隊した。生きているのは彼だけだ。どうして？三四郎攻撃。来るぞ。来るぞ。攻撃をしのぎました。以後3日ほどは攻撃の情報が入っていません。ではその間に新たな負傷者を治療し、病院の状態を改善して余裕を持たせることができますね。また医療記録の準備要請が来ました。またですか。許可証が欲しいので派遣します。今のところ2人の外科医でさばけそうですね。余裕のある時でよかったです。なんてことだ。なぜこんなことに？おそらく流れ弾か、極めて正確な砲撃か。今はそんなことはどうでもいい。生存者を助けることに集中しろ。すでに部下に残骸に向かわせてある。ありがとうございます。上官殿、病院のすぐ近くでの砲撃はジュネーブ条約違反です。司令部に報告すべきでは。わかった。後で司令部に報告しておく。まずは生存者を助け残骸を片付けなければ。すぐに部下を送って撤去を始めるつもりだが、君たちの公平の協力を頼みたい。そうすれば事態を速やかに収拾できるはずだ。列車が。残骸を片付けるまでの間、荷物は届きません。また乗組員や乗客とおぼしき多数の負傷者が押し寄せてきます。外科医を派遣したのは誤りだったのでは。終盤の攻撃に向けた準備期間だと思い込み油断しました。公兵を送り、できるだけ早く復旧させます。多数の負傷者が列車から運び出されています。こうなっては仕方ない。2人の外科医でできるだけ助けるしかない。UI から触れんばかりの患者が。助けてください。先生、お願いです。級が満杯で入りません。見捨てた。状態が良好な患者は3人目が帰ってきたら担当してもらいます。上官殿、新たな患者が搬送されました。情報が入った3日後に敵が来る。救護所に溢れている多数の患者を治療して塹壕送りにしなければ突破される。ワトソン医師が帰ってきました。歩いて参った。上官殿、至急対応していただきたい患者がいます。ホウ将軍が重傷を負って病院に運ばれました。砲兵陣地の視察中に砲弾が爆発したようです。こんな時に。彼を助けようとすると他の兵士を犠牲にすることになります。そんな、間に合うはずだったのに。もう物資にも人員にも余裕がない。報酬は不明だが何としても助けたい。順序を入れ替えてなんとかドクロマークなしにしました。本当に間に合うのか不明ですがこれでいきます。君、線路上の残骸の撤去が完了したとの報告を受けた。列車の運行が通常に戻るはずだ。急ぎ薬品と糧食を注文します。なんとか干上がらずに済みましたね。魚の缶詰と乾パンしか残っていない。VIP 患者のジェラールメートルが追加。そんな、モードをやっても対処できません。援軍の来園まで病院を維持し、より多くの患者を救うためには致し方ない。柔軟なトリアージを実行する。一生恨みますよ。死ぬまで恨め。殺した。公
今回までに救ったものの総数57、救えなかったものの総数41。ツイート、アーサー・ラプトン、ピーター・ハーバート、アルコット・クローブス、オットー・ケシケ、フレデリック・ハルシー、ホーキー・エ、マダブ・ニマム、スリハン・エスワラ、エイメリー・バード、エイルウィン・ホワイト、ミラード・ファラー、グロブ・マリク、ディーモン・カーネル、ザイオン・カプール、サミュエル・ヤング、イーストマン・ホイタカー、ヤオ・ティン・イン、ヤオ・ティンタオ、ジョナ・カーネル、